近くの修理工場にエアコンガスの回収をしてもらいに来るも、そもそものガスが空っぽですよと言われ、唖然とした。エアコンコンプレッサーのマグネットクラッチが入らず、これはコンプレッサーの故障だと思っていた。実はこの前にディーラーに持って行った時は、これはコンプレッサーの故障ですねと言われ、交換をお願いするも、あいにく台車がすぐに出ないということでしぶしぶ帰ってきた。今年の夏は異常な暑さが続いていますと毎年のようにニュースで聞いている気がする。異常な暑さが続く中、エアコンの壊れた車の中はまさに地獄だ。自分でコンプレッサーを交換することにし、既存のガスを抜いてもらうために修理工場に持ち込んだのだが、そもそもガスが入っていないということは、それが原因でマグネットクラッチが入らなかったという可能性が出てきた。フロン回収破壊法に基づいて回収業者に持ち込んだのだが、そもそもフロンは撒き散らした後だったのだ。新しく注文したコンプレッサーはすでに届いている。マグネットクラッチが入らないのも、ガスが抜けてしまうのも、全てコンプレッサーが原因であってほしいと願いながら、サンバーのエンジンフードを開けた。コンプレッサーを取り出すために、まずはファンベルトを外す。ガスが空だということは、コンプレッサーが原因じゃないかもしれないということですかねと整備士の方に聞いたら、そうかもしれないし、コンプレッサーが原因かもしれないという返答が返ってきた。整備士の方が言っていたように、プレッシャーホースを外してもガスは1ミリも吹き出してこなかった。念のためプレッシャーホースの接地面にホコリが付着してしまわないようにビニール袋で覆っておいた。噛んだホコリでガスが抜けてしまわないようにするためだ。一通り接続されている部品を取り外したら、いよいよコンプレッサーの回収作業に入る。といってもコンプレッサー自体は上下2本のボルトで固定されているだけだった。まずはアクセスがしやすい上側のボルトを外した。下側のボルトへのアクセスを上からできないかと眺めてみたが、やはり下から行くことにした。タイヤ4本のボルトを緩めてからジャッキで車体を持ち上げる。4本のボルトを外してタイヤを外す。コンプレッサーの下側のボルトにアクセスするために、タイヤの内側についているインナーカバーを外していく。10ミリのボルト2本と1箇所の爪で固定されているようだった。知恵の輪のように組まれているインナーカバーを外してしまうことができず、無理やり一部をめくってボルトにアクセスすることにした。見えますかね。このボルト、ボルトのネジが外れたら、あとは手で引き抜いていく。これでコンプレッサーが外れたはず。固定ボルトが外れたので、あとはゴニョゴニョして引き抜いていく。念のため取り出したコンプレッサーの型番を確認してみた。新しく購入した交換するコンプレッサーは Amazon で購入した社外品だ。
取り外したコンプレッサーと見比べてみた。ボルトを固定するための一部ジグを移植する必要がある。今回購入した社外品のコンプレッサーはお値段 24,420 円。リビルド品と迷ったがそちらはおよそ6万円する。値段の差で社外品を選んだのだが、多くの方たちの問題なしのレビューで決定した。新品のメーカー品が12万円ほどするとのことなので絶大なお得感がある。まるで心臓移植をする外科医のような慎重な手つきでコンプレッサーを収めていく。もちろん心臓移植をする外科医の手つきなど見たこともないのだが、下から取り外したボルトなので当然のように下からはめていこうとする。しかしコンプレッサーを持ち上げながらボルトをはめなければならず、上からはめていった方が断然やりやすいことに気がついた。コンプレッサーを少し持ち上げながら長いボルトをはめていく。この辺りは指先になんとなく伝わる感覚に頼るしかない。この時点で、コンプレッサーが動かないように仮止めします。仮止めである程度固定したら次は本締めしていく。100均ですけど、このちっちゃいやつ使えますね、たまに。狭いところでも入っていけるダイソーのナットレンチはいざという時に役に立つ。ちょっとしたナットの取り外しには便利だ。なぜかコンプレッサーの高圧低圧のキャップが六角レンチで止まっていた。たまたま持っていたのでいいのだが、ちょっとしたいたずらなのだろうか。ボーリングですね。で、小さいのがハイプレッシャー用です。雨が降ってきた。嘘だな。プレッシャーホースについているオーリングを交換していく。高圧と低圧では大きさが違うので間違うことはないだろう。小さい方が高圧で、それより大きい方が低圧だ。肌寒くはあったが、先ほどまで天気だったところの突然の雨。高圧と低圧のコンプレッサーホースを接続する。相手がアルミなので、この時あまり強く締めすぎないように気をつける。とはいえガスが漏れない程度の強さということなので、加減しながら強く締め付けるという曖昧なものだ。もしかしたら規定トルクがあるのかもしれない。雨が本格的に降り出したところで、出しっぱなしだった工具を慌てて片付ける。すべての工具が片付け終わったところで、突然雨が降り止んだ。最後に配線のコネクタを差し込み、これでコンプレッサーの交換が完了となる。荷台に敷き詰めた防音断熱用の発泡スチロールが剥がれているのが気になる。接着で使ったコーキング剤をケチったのが原因なのだろうか。ケチったつもりはないのだが、接着材料を見直してくっつけ直したいと思う。知らずにエンジンルームにでも入っていたら不具合の原因にもなりかねない。コンプレッサーの交換が終わったところで、次回は真空引きとエアコンガスの充填になる。もともとガスが空っぽの状態であったため、マグネットクラッチが入らない原因がコンプレッサーだったのか今のところ不明だ。すべての原因がコンプレッサーで、これでオールオッケーになってくれればありがたいと願っている。
最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。